皆さんこんにちは。横尾忠則現代美術館の鈴木です。今日は皆さんとご一緒に横尾忠則レンガの川という展覧会を巡っていきたいと思います。今回の展覧会の中心となるのは2023年から25年に書かれた新しいシリーズレンガの川というシリーズなんですが、こちらにあるのが展覧会の一番最初起点となる作品です。記憶の鎮魂歌、1994年の作品です。でこちらは全体の連作の、一番出発点起点となるものなので0番が付してあります。この作品には元になった写真がありまして、それは1970年に写真家の篠山紀信さんが撮った写真でして、それは今回4階の展示室でご覧いただくことができます。でそれを元に描かれたこちらの作品には横尾さんの同級生たちとからもうこの時点で1994年の時点で亡くなっている同級生については白黒写真のような形で描き加えられています。で加古川と、杉原川が交差する地点なんですが、そこにかかる鉄橋があって、横尾さん自身は亀として右の方に登場しています。展覧会のタイトルになっているレンガの川なんですが、レンガというのは歌の和歌のレンガと、音が通じてその文字りとしてついてるんですけれども、川でいうと、源流にあたるのがこちらの「記憶の鎮魂歌」という旧作で、2023年の新しい作品がこちらの「レンガの川1」第1作目ということになります。で見ていただくと同級生たちの姿、それからおぼろげながら横尾さんの姿、それから鉄橋にですね列車がやってくる、そういったモチーフは共通しているんですけれども、描き方が随分違うのがお分かりになると思います。このレンガの川、ここから流れ始めます。こちらの作品は2014年に再びその同級生に集まってもらって撮った写真を元に描いているので、ちょっと先ほどとポーズが違ったりとか、子供を抱いている人がいなかったりとかっていう違いがあります。で同じような構図を用いているんですが、こちらでは登場人物の雰囲気とか顔とか、あるいは塗り方そのものっていうのもかなり違ってきてまして、ここにも少し見えてますけど、建物がはっきりしてきたりとか、明るい色彩がより多く使われていたりとかっていうふうに展開していっております。この辺りでは鉄橋と集合する人たちという、同じような構図の作品が並んでいるんですけれども、2014年に再び同級生たちに集まってもらって撮った集合写真も横尾さんは参照しているので、鉄橋の姿が少し1970年とは変わっております。それからどんどん顔なんかもですね変わってきて、こちらのレンガの川を描くという作品になりますと、画家の姿が登場してきたり、こちらにもあるんですけれども、奥の方に家が見えたり牛が登場したりと、どんどん変わっていきます。似ているところと違うところっていうのが隣り合う作品を見比べていただくと分かるんじゃないかなと思います。先ほど画面の端っこに登場した絵描きさんの姿はだんだん大きくなってきまして、今や中心を占めています。で大きなカンバスを描いているところなんですね。だから大きなこの絵自体が大きいんですけども、この絵の中にもう一枚絵があるような形で、画中画のような形で絵描きさんと大きなカンバスの姿が出てきます。で牛もですね、さっきちょっとだけ小さくいたんですけども、ドンとですねこちらに登場しています。で次の作品と見比べていただくと、白い部分も気になりますけど、その向こう側にですね川にいかだと船頭さんの姿っていうのが見えてきます。
この作品は荒々しい筆致でちょっと分かりにくいかもしれないんですけど、どうも白いのはカンバスで、そのキャンバスに向き合っている帽子をかぶった絵描きさんと、それから椅子に座っておそらくモデルさんのように座っている人っていうのが向かい合っているのが分かります。でこちらを見ますと、このモデルさんだった人が絵を描き始めていて、で遠くに見えていた筏にみんなが乗っているっていうような作品になっています。よく見ると牛も乗っています。でこの筏がバーッと川を流れてくる様子が描かれているんですけれども、こちらに文字があります。STYX。これはステュクスといって、ギリシャ神話でいう冥界の大河ですね。地下を流れているその大きな大河のことを、大きな川のことを言います。で、日本でも三途の川なんて言ったりしますが、あの世とこの世の間にあるような川をイメージさせます。この辺りに来てもやっぱり筏がずっとありますよね。このシリーズは大きな川をこの横尾さんと一緒に下っていくような、そんな感覚にもさせてくれる連作なんですが、最初の方にあった子供を抱っこしている方の姿がまた出てきたりとか、はっきりと電車の姿が見えたりとか、あるいは絵の描き方もですね、ザクザクとした幾何学的な形が出てきたり、あるいはいろんなものからの引用っていうのが入ってます。これもとある本の表紙なんかから引用されているものですし、横尾さん自身の作品で1966年のピンクガールというシリーズがありますが、そこから引用されたクロールする女性の姿がここに出てきたりっていうのがあります。この作品では走ってるマラソンランナーでしょうかね、いっぱい走ってる人たちが並んでいて、そこに自転車のイメージっていうのがオーバーラップするような形で出てきます。であそこに MD っていう、イニシャルがあるんですけれども、これは自転車の車輪っていう作品なんかを作っている横尾さんが大好きな芸術家の一人であるマルセル・デュシャンを表しております。この作品は新聞記事にインスピレーションを得た作品で、農作業をする人たち5人並んでいて、麦わら帽子をかぶっているんですけれども、この作品を書いていた時にちょうどパリからキュレーターの方が横尾さんのアトリエにやってきて、帽子を見たんだと思うんですけれども、メキシコみたいですねとおっしゃったと。でそれでメキシコだということで、メキシコのイメージが前後の作品に出てくることになります。このレンガの皮っていうのは1枚描かないと次の絵ができないっていうのが特徴で、どんどんつながっていく、それが面白いところかなというふうに思います。これを見ますと船頭さんみたいなポーズをとっているのは、横尾さんが熱烈に応援しているドジャースの大谷翔平選手の顔になっています。ちゃんとドジャースって書いてあります。この方にですね、幕末の志士のような形で5人ほど人が並んでいて、麦わら帽子をかぶった女性がここに座っていて、で振り回しているもう一人もいます。であそこがボーンって火山がですね爆発してて、ちょっとタイトルを見てみますと幕末の爆発ということです。でその作品の次の作品が赤い恋っていう作品なんですが、関連してまして、大谷翔平さんの姿が見えたりとか、ブン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 って振り回している人もいたりとか、この女の人はですねタイトルにもなっている赤い恋、恋っていう漢字一文字を表しているんだそうですが、そういうふうになっていたりで、この人たちですね、幕末の志士にしてはちょっと外国人風かなと思われたかもしれないんですけど、この5人はいずれも横尾さんがとっても尊敬している芸術家の皆さんでして、この答えはあちらにありまして、MD っていうのは先ほども少し申し上げたマルセル・デュシャンなんですねっていうふうに関連があります。右が六歩を踏む、左側が雪の中の六歩という作品です。
六方っていうのは歌舞伎で飛び六方っていうのがありますけれども、そこから来ていて、言われてみれば歌舞伎の特徴的な隈取りを見て取ることができますが、面白いのは顔がコルクのようになってて、栓抜きといいますかね、ワインの瓶の抜く時にククククってやるようなこの道具が刺さったこのコルク人間みたいなのが登場してきています。うちもコルク人間ですね。どうもいろいろ数字には意味があることが多いんですが、あれは12345678910かなになっています。でも他の作品の数字は結構意味があったりするので、注目していただけるといいんじゃないかなと思います。こちらは横尾さんの自画像でして、でもよく見てみると、コルクとそれを抜くコルク抜きっていうんでしょうかね、道具の姿が見えています。他の作品にも出てくるので、面白いなと思うのは、丸と四角と三角、丸三角四角って言ったらいいんでしょうかね。日本で仙っていう人が丸三角四角を書いてますけど、あれからもしかしたら来ているのかもしれませんが、丸三角四角にもですね、注目していただければいいかなと思います。2階の小部屋には100号の作品を4枚展示してるんですけれども、なんとなく油絵の具の香りがします。その4点のうちの一番最後の作品がこちらで「消滅と出現」っていうようなタイトルになってるんですけれども、ポール・ゴーギャンのフランスの画家ポール・ゴーギャンの作品から引用された女性たちの姿っていうのがわーっと溶け込むような形で描かれていて、そこにもともとはその彼女たちの腰布だったと思うんですけれども、その形がごく太い輪郭線で縁取られてポンポンポンっていう風にですね飛んでいる、そんな作品になっています。で、気になるのはこの真ん中の部分でして、これはこの3階に同じものを描いた作品がありますので、少し覚えておいていただいて、今2階にいるんですけれども3階の展示室に行きたいと思います。2階で見た一番最後の作品に書かれていたのは、こちらのイタリアにあるボマルツォという町にある怪物公園っていうのがあるんですが、タイトルにイタリア語になってるんですけども、そこにある地獄の口っていう大きな門のようなものがありまして、大きな目と鼻と口ご覧いただけるかなと思います。でもそう言われないとなんとなく抽象絵画のようにも見えるんですけれども、ここでですね横尾さんが手を広げて撮っている写真なんていうのもあります。で、隣の作品もですね「次への予兆」っていうタイトルが後から付けられてるんですけれども、やっぱり丸三角四角と腰布が自由に画面を飛び回っているような、そんな作品になっています。こちらの作品、連作の最初の方で見た鉄橋、その下で集合する人たち、あるいはお家のような形っていうのが共通はしてるんですけれども、びっくりするのがこの壺でして、急にですねこんな大きな壺が登場してきます。その名も「大壺登場」という作品なんですが、ここからですねシリーズの後半には壺が次々に出てきます。あまり関係ないかもしれませんが、ギリシャ神話のパンドラの箱っていうのはもともと壺だったんだそうですけども、どうもパンドラの箱を開けてしまったようです。この区画はですね見渡す限り壺がいっぱい、壺のオンパレードなんですけれども、こちらの作品では、ピカソが描いた「フォンテンブロー」という作品から、インスピレーションを得た一枚になっています。こちらの作品はタイトルを見ますと「ウォーター・オブ・アンクル・アングル」っていうふうに書いてありますが、参照している作品がありまして、一つはフランスの画家でアングル
が描いた、泉という作品、それからこれは先ほどからも見え隠れしてますけども、ゴーガンの作品を参照したそんな作品になっています。横尾さんは2024年故郷の西脇にテレビの取材も兼ねてまた里帰りしてまして、その時にもまたかなりの方が他界されて、数少なくなった同級生に集まってもらって撮った写真がこの作品の元になっています。でやっぱり鉄橋があってちょっと蒸気機関車があるのが不思議ですけれども、タイトルにですねボスの壺っていうふうに書いてあるんですが、ヒエロニムス・ボスという、画家が描いた快楽の園っていう作品の中にこうやって足をですねニョキニョキっと反対に突き出しているようなそんなイメージがありまして、その絵には壺はないんですけども、足を壺に突っ込んだような形で、この絵の中央にですね配置しています。で字がいっぱい書いてあるんですけども、一個だけ読んでみるとThis painting looks unfinished, but it is actually finished. この絵は未完成に見えるかもしれないが、実際のところは完成しているっていうような言葉が書いてあります。だいぶ連作も終盤の方になってきましたけれども、こちらの作品では、鉄橋があったりとか、Y 字路のイメージなんかもと感じさせるようなそういった画面になってるんですが、一番真ん中のところにですね、仏像のようにも見えますけど、そこにモラルっていうふうに書いてあります。で、おそらくこのモラルっていうのは、横尾さんが三島由紀夫、小説家の三島由紀夫からもらった礼節っていう言葉に、端を発してるんじゃないかなと思います。大作、大きな作品ばっかりで構成されたレンガの川というシリーズをここまで下ってきたわけですけれども、ここが最後になります。こちらの作品は、おまけという意味でエクストラっていうふうに書いてあります。壺もありますし、寒山拾得のシリーズっていうのをこのレンガの川の前に書いておられたんですけども、寒山拾得の持ち物であるほうきと巻物っていうのもこちらに登場しています。で、一番最後に登場してくるのがこの自画像です。この右手のカクカクした感じっていうのが面白いんですけれども、見てみると鉄橋だとか家もなんか見覚えがありますよね。それから丸三角四角も出てきます。で、字が書いてあるので見てみると The end of life is moral という感じで、またモラルっていう言葉が登場してきたりします。なんか連作を締めくくるような挙句っていうんですけど、レンガの一番最後は挙句の果ての挙句ですけども、挙句となる作品がこちら自画像です。4階にやってまいりました。4階ではこのレンガの川という連作の大元になった篠山紀信さんのプリント、写真のプリントと、それからスケッチブックを展示しています。このスケッチブックをご覧いただいて、この小さな画面でいろいろ構想を練っておられる様子っていうのを見ていただいて、謎解きするような気持ちでこれらをご覧になった後、展示室にまた戻ってですね、2階3階の展示室に再び行っていただいて、これはこういうふうになっていたんだっていうような形でですね、ぐるぐると何度も見ていただければ嬉しいなっていうふうに思います。